こんにちは。テコンドーアクションアカデミーです。今回のテーマは WT テコンドー韓国式後ろ回し蹴り3つのお手本と3つのポイントです。まず最初にテコンドーの後ろ回し蹴りの韓国語名称について説明します。これを知っておくと今後他の道場やネット、動画で学ぶ時の参考になると思います。韓国語の後ろ回し蹴り、ティフリギ、ティフリョチャギ、モントヨフリョチャギ、ティトラチャギ、ティトリョチャギ、パンデトリョチャギ。テコンドーでは後ろ回し蹴りだけでなく他の技でもこのように複数の名称が存在します。その理由はテコンドーがもともと韓国の伝統9大道場が統合して生まれた武道で、道場ごとで技の名称が異なっていたからです。ちなみに私が今まで通った道場やお会いした韓国の WT テコンドーの先生方はティフリギと言っていました。また北朝鮮 ITF テコンドーではパンデトルチャギと言っていました。このテコンドーの後ろ回し蹴りが一般の方に分かりづらいのは名称だけでなく蹴り方のフォームも複数あることです。特に WT テコンドーと ITF テコンドーのフォームはかなり異なります。ただこれは空手も同じで流派ごとによって同じ技でもフォームがかなり異なります。さらに同じ流派でも先生によって癖があり教え方も異なるため、初心者の方が動画を見て独学しようとするとかなり混乱することになると思います。ということで今回は私がこれぞオーソドックスな WT テコンドー韓国式後ろ回し蹴りだと思うお手本動画を3つ引用紹介し、その重要なポイント3つを解説していきます。それではまず1つ目にご紹介するお手本は北京オリンピックの金メダリストが実演して教えている動画からの引用です。それではご覧ください。 Directly at the opponent's face. Straighten out your knee to execute the kick, and when the kick is finished, bend your knees again and regain balance. The strong twisting tension that you feel on your back should help you twist your body and foot. こうやってオリンピック金メダリストという世界最高峰のお手本を動画で見て学べるのは本当にありがたいです。補足となりますが、動画の中に出てくる英語のポイント説明を参考のために意訳します。動画に出てくるポイント、上体を下げ相手の顔を狙って蹴る、背中に強いねじりの力を感じながら体と足をねじる、相手を攻撃するときにバランスを崩さない。続いて2つ目にご紹介するお手本動画は大阪韓国文化院による解説動画からの引用です。ご覧ください。 다음은 다리를 무릎을 접어서 정확하게 하나 둘셋補足となりますが、大阪韓国文化院は日本でのテコンドー普及のための活動にも力を入れています。こういったテコンドー教本を作成し配布されているありがたい機関です。アップされている動画も初心者の方が独学しやすい内容のものが多いです。先ほどの動画も段階練習のやり方を説明していますので、後ろ回し蹴りの練習が初めてという方にもおすすめです。最後、3つ目にご紹介するお手本は、韓国の国家機関であり、全世界共通のテコンドー団員発行機関である国技院の公式チャンネルにアップされている動画からの引用です。この動画は、毎年韓国で開催されるテコンドーの祭典、ハンマダンで、ワンステップ入れた後ろ回し蹴りで6枚に重ねた板を割っています。ご覧ください。この動画で注目していただきたいことは2つあります。1つ目は、板を割るときに当てている部位はかかとではなく、母子球を中心とした足裏であることです。そして2つ目は、技の英訳についてです。空手などの後ろ回し蹴りの英訳は、一般的にバックスピンキック、またはバックスピニングキック、つまり後ろ回転蹴りです。それに対して、この動画の英訳タイトルはバックウィップキックであり、
ムチのようにバシッと叩きつけるように蹴るというのが WT テコンドーの韓国式後ろ回し蹴りの本質だと言えます。私がなぜこうやって技の名称にこだわるかといえば、名は体を表すことが多いからです。例えば、ムチを使うときは手首のスナップ、素早い返しを効かせて、それをムチの先端まで伝えてスピードと威力を上げます。WT テコンドーの後ろ回し蹴りもこれと同じで、上体の素早いねじりによって生まれるねじれのエネルギーを足先に伝え、足の裏で叩きつけるように振り抜き蹴ることで、素早く威力のある蹴りになります。こういうイメージを持っているかどうかで、体の使い方やフォームも変わっていきます。ということで、WT テコンドーの韓国式後ろ回し蹴りの本質は、無知であることをご理解いただくと良いと思います。その上で、ここからは WT テコンドー韓国式後ろ回し蹴りの3つのポイントをお伝えします。まず1つ目は、最も重要なポイントです。最重要ポイント。後ろ回し蹴りの原動力は上体のねじり。すべての蹴りは足の力だけではなく、上体を含め全身を連動させて蹴りますが、韓国式後ろ回し蹴りでは、それが特に重要なポイントとなります。ちなみに、以前作成した後ろ回し蹴りの動画は、上半身のねじりが最も重要であり、それだけでもある程度は蹴ることができることを伝えたくて作成しました。後ろ回し蹴りにはいろいろなやり方とフォームがありますが、上半身のねじりが重要であることは共通しています。だからこそ、金メダリストが実演する一つ目のお手本動画のポイントでも、背中に強いねじりの力を感じながら体と足をねじると説明されています。また、二つ目のお手本動画では、技名を胴回し振り蹴りとし、胴回しイコール上半身のねじりが重要であることを示しています。そして、その蹴り方も振り蹴りに胴体の回転を加えたものとして解説しています。ということで、韓国式後ろ回し蹴りでは、上半身のねじりが最重要ポイントであることを覚えておいてください。続いて2つ目のポイントです。重要ポイント、蹴り足を伸ばして振り抜く。先に補足をします。後ろ回し蹴りと似た蹴りに、後ろ回し掛け蹴りがあります。後ろ回し掛け蹴りは、英語ならバックスピンフックキック、またはバックスピニングフックキックで、文字通りフックで引っ掛けるように足で引っ掛けて蹴ります。初心者の場合、後ろ回し蹴りとこの後ろ回し掛け蹴りの中間のようなフォームになってしまっている方もいます。これはそもそも振り蹴りと掛け蹴りのフォームが似ていることも原因だと思います。また、振り蹴りも後ろ回し蹴りも蹴り足を伸ばしきって蹴った後は自然と膝が曲がり、その後着地します。その膝の曲がりを見て、蹴ったら膝を曲げるんだと思いながら蹴ると、膝を曲げるタイミングが早い、蹴り足を伸ばすタイミングが早い、回転力が不足などの要因で後ろ回し掛け蹴りのようになってしまうのかもしれません。またはコンパクトに蹴ろうとして最初に蹴り足の膝を畳んだ時に力みが入って蹴り足が伸びず曲がったままになっている可能性もあります。ここで覚えておいてほしいのは、蹴った後膝が曲がるのは遠心力がかかった蹴り足の膝の力を抜くことで自然と曲がるということです。意図的に曲げて引っ掛けて蹴る掛け蹴りとは似て非なる別物なのです。あと、初心者の方や体の硬い方は蹴り足に無駄な力が入ると蹴り足が伸びず膝が曲がったままの状態で蹴るフォームになってしまいます。そのため、蹴り足を伸ばす前に蹴り足の膝を畳んだり、蹴った後膝を畳むのは一旦置いておき、まずは大振りの分回し蹴りで大丈夫ですので、気持ちよく蹴り足を伸ばしきることを優先してください。また、体の硬い方は、足首に力が入って曲がった状態だと、足裏のふくらはぎやハムストリングスの筋肉が引っ張られ緊張するため、蹴り足の膝が曲がったままになり、伸ばしきることが難しくなります。そのため、蹴り足のかかとで蹴ろうとするのではなく、
足首を伸ばした状態で足裏の母指球を中心とした足裏で蹴るようにしてください。実際、3つ目のお手本動画で6枚の板を割るときにも足首を伸ばして母指球を中心とした足裏上部で蹴っています。ご覧ください。最後、3つ目のポイントです。ポイント、両腕を畳んで抱える。これをする一番の目的は、回転速度を上げる、イコール、蹴りのスピードを上げることです。なぜ回転速度が上がるかといえば、核運動量保存の法則が働くからです。核運動量保存の法則の例としては、フィギュアスケートの選手がスピンをする際、前に突き出した腕を体に引きつけることで回転が速くなるということがウィキペディアに書かれています。また、一つ目のお手本動画で相手を攻撃するときにバランスを崩さないとポイント説明がありましたが、両腕を畳んで抱えた姿勢をキープすることで上体がばらけず軸ができますので自然とバランスも取りやすくなります。それでは一つ目のお手本動画で金メダリストがどのように両腕を畳んで抱えているか一緒に確認してみましょう。両腕を大きく広げた状態から両腕を畳んで抱え回転。蹴り足が当たるときも両腕は抱えたまま。蹴り終わった後も最後まで両腕は抱えたままです。ここで3つのポイントをまとめます。3つのポイントまとめ。最も重要なのは上半身のねじり。蹴り足を伸ばして振り抜く。両腕を畳んで抱える。この3つのポイントを守ると、こんな感じの蹴りになります。最後、お詫びとご案内です。私は体が硬く、先ほどの実演動画も正直お手本とは言えるレベルではなく申し訳ないです。そのため、体が硬い人用のアレンジ例として、また3つのポイントに気をつけると大体あんな感じだという一つの参考例としてご覧いただけるとありがたいです。お手本は今回一部引用でご紹介しました3つの動画をぜひご覧になってください。説明欄に URL を貼っています。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。もし少しでも参考になったと思われたら、高評価のいいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。おまけ。後ろ回し蹴りのポイント。頭は腹60。